日本語ポッドキャストジャパミミ、外国語の勉強。皆さんこんにちは。日本語ポッドキャストジャパミミです。今日も一緒に日本語の耳を鍛えましょう。今日はビギナーレベルのソロポッドキャストです。少し簡単な言葉と文法を使って話します。日本語をたくさん聞いて練習してくださいね。今日のテーマは外国語の勉強です。ジャパミミ第5回のポッドキャストで中島さんとキムさんが外国語の勉強について話していました。私も英語、フランス語、スペイン語を勉強したことがあるので、今日はその経験について話したいと思います。それでは始めましょう。まず、英語の勉強について話したいと思います。私は小学校6年生、12歳の時、英語を習い始めました。小学校に英語の授業がなかったので、英会話教室に行っていました。日本人の先生とアメリカ人の先生に英語の言葉やフレーズを習いました。英語のゲームをしたり、英語の絵本を読んだりして練習しました。また、シャドーイングという練習もしました。これは英語のオーディオを聞きながら同じ文を声に出して言うという練習です。シャドーイングは私にとってとてもいい勉強法でした。シャドーイングをたくさんして英語が上手になったと思います。英会話教室がとても楽しかったので、高校生まで続けました。時々オーストラリア人の先生やカナダ人の先生にも習って、いろいろなアクセントの英語を知りました。そして高校を卒業した後、外国の文化について勉強できる大学に入りました。この大学で英語の勉強を続けて、英語を話す国に留学するつもりでしたが、大学1回生の時にフランス語の勉強を始めることになって、その後3回生の時にフランスに留学したんです。この大学で外国語の授業を2つ取らないといけませんでした。1つは英語だったんですが、もう1つはドイツ語、中国語、フランス語、ロシア語の中から選ばないといけませんでした。私はあまり特別な理由はなかったけど、なんとなくフランス語を選びました。でも、最初はフランス語が全然楽しくなかったです。発音が難しいし、スペルも難しいし、新しい言葉をたくさん覚えないといけませんでした。テストの点も悪かったです。でも、1回生の夏休みにお父さんとお母さんがサポートしてくれて、フランスで1ヶ月フランス語を勉強するチャンスを手にしました。フランスのリヨンという町でフランス語の授業を受けました。フランス人の先生はもちろんフランス語だけを話していて、
英語も日本語も使えなかったので、とても難しかったです。スーパーやパン屋さんで買い物するのも難しかったです。でも、クロワッサンという言葉だけ知っていたので、パン屋さんで毎日クロワッサンを買って食べていました。でも、1ヶ月頑張ったらフランス語が上手になりました。買い物もできるようになって、クロワッサン以外のパンも買えるようになりました。嬉しかったです。この経験の後、日本に帰ってもっとフランス語の勉強を頑張るようになりました。大学の授業以外にも自分で本を買って勉強したり、フランスの映画を見たりしました。そして3回生の時、フランスのグルノーブルという町に留学することができました。グルノーブルは自然がきれいなところで、休みの日にハイキングをするのが楽しかったです。また、友達とよく公園でピクニックをしました。フランスにいるとき、パンとチーズと甘いものをたくさん食べたので、少し太りましたが、全部美味しかったです。また、フナックというお店でジブリの映画の DVD を買って、フランス語の音声や字幕を使って見ながらフランス語を勉強しました。これは私にとってとてもいい勉強法でした。でも、この留学は10年ぐらい前のことで、フランス語をたくさん忘れてしまったので、最近フランス語のレッスンを受け始めました。言葉や文法を思い出したいです。それから、実はスペイン語にも興味があって、去年自分で3ヶ月ぐらい勉強したら、スペイン語の試験の6級を取ることができました。ヨーロッパの基準では A0 のレベルです。フランス語とスペイン語はとてもよく似ていて、私にとって勉強しやすかったんだと思います。ただ、試験に合格したら満足してしまって、その後勉強をサボってしまったので、今はもうたくさん忘れてしまいました。だから、スペイン語の勉強ももう一度始めたいと思っています。以上、私の外国語の勉強の経験を紹介しました。日本語の先生の仕事をしているとき、私の勉強経験や外国語能力が役に立っていると思います。今日、私にとって良かった勉強法を少し紹介しましたが、他にもいろいろな方法があるので、日本語の勉強について悩んでいる人がいたら、いつでもコメントで相談してください。できる範囲でアドバイスさせていただきます。それでは今日のポッドキャストはここまでです。最後まで聞いてくれて本当にありがとうございました。ではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。ありがとうございました。またねー。